皆さんこんにちは、メリーです。今日はですね、大すり上げ無名ということをちょっとテーマにやっていきたいと思います。ここに大すり上げ無名の刀がございますけども、ちょっといい刀がですね、手元にないもんで、小ネタで真面目な話が続くんですけども、ちょっと見ていただければと思います。無名の刀はですね、基本的に、材面のものより、非常にお安いです。そして生まれた時の産中子ですね。産中子よりも、こういった大すり上げ無名の方が基本的にはやっぱり安価な傾向がございます。もちろんその生まれたままの姿ではないという意味でですね、健全度落ちますから、ある程度当然なことなんですけども、そういったことで、一番、お求めやすい、刀というふうにも言えるかもしれません。ちょっと日本刀を持ってみたいという方にとってはですね、かなり現実的な選択肢になってきます。これはいつもの錆び方なんですけどもね。無名に偽名なしという言葉もありますから、もちろん名がなければ偽名もありませんので、それでかつ、お値段も安いということでですね、コストパフォーマンスがいい、いいことだらけなんじゃないかなと思うんですけども、これまたですね、いろいろ注意しなければならない点がございますので、今日はそのことについてちょっとお話ししていきたいと思います。で、すり上げとは何ぞやというところなんですけども、刀身を短くする行為ですね。で、上から短くするんじゃなくて、下から、お尻から短くするのが、基本であります。現代人の感覚からすると、ちょっともったいないなと、なんでこんなことするんだというふうに思うんですけども、やはりその昔の場合はですね、刀というのは、実用品という戦道具という、側面が強いですから、いざという時は扱える、長さ、自分に合った寸法でなければ、いけません。そういったところからですね、自分の体格に合わせる、あるいは既存のこしらえに合わせる、それから時代によってですね、戦い方というものも変わってきますから、そういったものに合わせるという意味でですね、短く確保するというのが、特に室町末期ですね、戦国時代までにかけて、非常に流行りました。例えば有名な刀剣では、鎌倉時代末期頃の太刀、国宝で名物の吉光貞宗もすり上げ無名と伝わっています。このように、歴史的な名刀でもですね、すり上げの刀っていうのはいくらでもあるということです。非常に、よく定番するものの一つでございます。ということでですね、今までの説明を聞いていると、じゃあ、大すり上げ無名っていうのは、こう古い、長い太刀ですね、そういったものを短くした時代のある刀がほとんどなんじゃないかなというふうに思うかもしれませんけど、それはそれですね、一理あるんですが、やっぱり注意が必要なんですよね。そのような知識がある人をターゲットにした、ちょっと気をつけなければいけない大すり上げというものがあるんです。その見分け方をですね、今日は一つに絞って分かりやすくご紹介したいと思います。で、見分けるポイントとしてはですね、この焼き出しですね。焼き場が始まっているところというか、刃文が始まっているところと言ってもいいかもしれないですけども、この部分を見ると一つ大きな指標になります。で、画像を見ていただけると分かると思うんですが、通常の焼き出しというのはですね、このように刃町の下からひょっとですね、刀工とか時代によっていろいろな焼き出しあるんですけども、このように下から始まっております。で、一方ですね、大すり上げ無名の場合は、もともと刃だったところというか、刀身だったところが、中顎の一部もしくは中顎そのものになっているわけですから、このようなひょろひょろっとこう始まる焼き出しはなくてですね、刃文が中顎のところにそのまま突っ込んでいるような状態ですね。という風になっているわけです。なのにもかかわらずですね、はっきり焼き出しがある大すり上げの刀というのがあるんですね。これは注意深く見る必要があります。そういったものの多くはですね、先ほど説明した、大すり上げ無名イコール古い刀が多いという、先入観、知識がある人を狙った、新しい刀の中子を加工して、古い刀に見せてやろうというやり口である可能性があります。
この刀はそんな変なすり上げではないんですけども、このようにですね、たくさん、めくぎ穴を開けてですね、いかにも古い刀、たくさんのこしらに入れられてきた歴戦の刀だというふうに見せかける、偽装工作というんですかね、そういったこともされるパターンもあるようですね。これは大丈夫ですよ。これはちゃんとしたすり上げですけどね。新しくすり上げたところの処理がちょっとあれで、上半分は残念な感じになってますけれども、下半分ぐらいはまあまあな錆色ですよね。で、実際にやっぱり私もそういったちょっと怪しい焼き出しがある大すり上げの刀っていうのを何本か見たことがあってですね、やっぱそれは人の目を引くような派手な刃文が入っていたりとかですね、あるいは地金が誰が見てもちょっとおっと思うような正目がバーッと入っていたりとかですね、そういった派手な、ものが多かったですね。やっぱりいい刀だと思わせようという気持ちがあるのか、刀に罪はないですけどね、昭和刀とかですね、新進刀とかを選んで、そういった風に見せてやろうという、ものなのかなというふうに、感じました。でそういったものをですね見抜いた上で、価格的にも安いし、刀身の出来が気に入ったとかですね、刃文が気に入ったとか、あるいはそのこしらえがいいとかっていう理由でですね購入するのは全然いいと思うんですけれども、時代があるとかその名刀なんじゃないかみたいなことをですね思い込んで購入してしまうと、鑑定出した時にですねちょっとがっかりする可能性がございますので、もしその裁場だったりとかすればですね、日東の鑑定では不合格ということになってしまいますので、そういうことのないように一応見ていただくのがいいのかなというふうに思います。ということでですね、今日はすり上げのいいすり上げと悪いすり上げを見分けるポイントとして焼き出しということをですね、分かりやすく一つにまとめてご紹介しました。なかなか見る機会がないですよね。やっぱり美術館とかだとこうやってですね刃きがついたまま展示されていることが多くて、この状態ですと焼き出しは見えませんから、なかなかですね見る機会ないんですけども、勉強会とかですね刀剣展とかに行った際はちょっとここを見ていただけると作者によってですね特徴が出るところでもありますので、ぜひぜひですねこちらも合わせて、ご覧いただければと思います。ということで、大すり上げ無名安くていい刀たくさんありますけれども、いいにしろ悪いにしろですねやっぱり人の手が加えられている、後世になって手が加えられているということをですね、背景を理解して楽しんでいただくのがいいのかというふうに思います。ということで今日は以上でございます。ではまた。